もう見ているこちら側もね、もっと細かいことをいっぱい知りたいんですよ。それでね、実はこちらのステージの方に任天堂64を用意しました。僕もできるわけですか。こちらね、触れますから、どうぞ2人ともこっちに向かってください。はい、わかりました。それでは今すぐ行きます。はい。世界初公開任天堂64、そのすべてを紹介していきたいと思います。はい、じゃあそのすべての謎に答えていただくためにですね、今日は任天堂の宮本茂さん、そしてコメンテーターとして渡辺浩二さんにおいでいただきました。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。遊ぶ前にちょっと僕の方から宮本さんにインタビューする形でですね、この機械のこの正体をいろいろとお話ししていただきたいと思うんですけれども、まず宮本さんですね、任天堂64、これハード的には一言で言うとどんなことができるマシンなんですか。ハード的にね、機械としては俺あまりねハードの力自慢ってしたくないんですよね。スペックとかで今名前が64なんでしょうがないんですけども、64っていうのは何かっていうと CPU がコンピューターが64なんですね。だからなんかね64っていうと絵が綺麗っていうことばっかり言うんですけど、絵が綺麗なことは当たり前で、何がすごいかというとね、計算が早いんです。で計算が速いとどういうことが起こるかというと、すごく賢いコンピュータープレイヤーが作れたり、ボールがコロコロ転がっているのがものすごくリアルになったりします。だから今までのゲーム機と新しいのを買うわけですからね、触ってて違う感じのものを作りたいというのが任天堂の考えなんです。スーパーマリオ64ですか、歌唱ですか。これについてですね、ちょっと詳しく、まず聞いておこうと思うんですけど、3次元のアニメーションを作りたい。でしかもその3次元のアニメーション、人形劇のようなものを自分で動かしたいということが夢でですね、でやっとこのハードでそれができるようになったっていうことですね。これ見てて思ったんですけどね、もう画面の中どこに行っても何やってもこう気持ちがいいし楽しいっていう、その辺の作り込みって大変でしょう、やっぱり。そうですね、実際にこう今までならね1枚の絵を描いていくわけですけどね、今度は箱庭を作ってるんですよね。今までのゲームは進む方向が決まってて、そっち以外に行かせないようにしてその中で作ればよかったんです。これどっちにも行けるしね、今360度回ってますけど、箱庭ですからね、木の裏に何かあったらちゃんと書いとかないとダメですし。なるほど。カービーボールが出てますね。出てますね。これもほんのゲームとしては一部分なわけですよね。そうですね。今もマリオカートに移りましたけどね。これは今4人用ができますよね。4人プレイをしてた。これコンピューターが速いからですね。パイロットウィングス。これも気持ちよく飛べます。これはもう気持ちよさっていうのは要するに計算がすごく速いので重力の感覚とかがきちんと再現できるという。そうです。これからの可能性としては、まあそのアイディアがこれがいろんなものがこう実現できるんでしょうけど、どういう方向に行くんですかね。これも先にお話ししちゃいますけども、さっきちょっと言ったこのコントローラーがありますよね。これはですね、左でもなく上でもなくっていう場所ありますね。これ全部360度方向入ります。なるほど。それからこれ入ったんじゃなくてどれぐらい強く入れてるかっていうのが入るんですね。さあこれでそうかということはもう本当に微妙な動きもコントロールできるという。そうですね。だからこれからもいろんなソフトがもうちょっと夢のようなことを思いついたらそれが具体的にソフトになっていける可能性ができたっていうことが言えるんじゃないかと思いますけども。コントローラーをつなぐ穴が4つあるけどそれは何なんですか。いい質問してくれるな。忘れてた、説明するの。説明するの忘れてたんですね。ありがとう。ここにメモリーパックっていうのが入るんですね。わかります？ここに穴があるの。ここにメモリーパックっていうのが入ってコントローラーがここに4つ刺さるよね。だからみんな自分のコントローラーの中に自分の自動車のデータとか、それから自分の野球チームのデータとか入れとくわけです。で友達のとこに持っていくとこの機械1台で4人でゲームをしたりできるマイコントローラーっていう。なんかボーリングのマイボールみたいにこれはもう持って歩いてここに自分のデータがいつも入ってるっていう。値段はいくらぐらいなんですか。いい質問するな。ね、一番気になりますよね。みんなが聞きたいことだよね。渡辺さんから発表してもらいましょうか。2万5千円です。ズバリとかって。ソフトの値段がどれぐらいになるかちょっと教えてください。ソフトの値段はね、今のカートリッジ、普通の16ビットのスーパーファミコンのカートリッジの倍ぐらいなメモリーが同じぐらいの値段で売れるようになりました。これは新しい技術を使ってるから。だから、9800円ぐらいで64メガビットっていうロムが出ます。どうも、ご苦労さんです。どうも拍手。ね、レポートご苦労様です。もう本当にすごい熱気ですよ。どうぞ。じゃあどうぞ佐竹さん。
よろしいですか。ね、やってみてくださいよ。みんなちょっと悪いね、先やらせてもらいますけどね。これ今やりながらですけども、説明しておきますと、これはまだ発売までに時間があって、まだ作った人にとってはまだ半分しかいろんな機能は入れてないぞということなんですね。みんなのお家に作る頃はそれでもこの出来ですから。楽しいソフトになってるんだ。すごいですね。お城行きましょう、お城。ほら、あの動きが可愛いんだよな。おお、うん、そうだ。さあということで、すっかりもう虜になって佐竹さんが頑張っていますけどもですね、もう一日でも早くこれ触ってみたいなと思いますけどもね、4月まで待たなければいけないんですが、この実は任天堂64、この番組をご覧になっているみんなにプレゼントしちゃおうと思っています。はい、これはですね、上書きをいただいた方の中から抽選で任天堂64をですね、発売日と同時にプレゼントしたいと思います。どしどしご応募ください。お待ちしてます。そうですね、発売日は4月の21日だそうでございます。もう我々のしゃべり関係なく、盛り上がっておりますけどもですね、佐竹さんどうですか。いや、もうすごいですよ。なんかね、この臨場感っていうのが伝わってくるっていうのが、もう花井ちゃんいろいろ回ってきて今日はどうでした。もうね、買いたいのがいっぱいです。4つぐらい。こんなにもうすっかり仕事忘れてますけどね、宮本さんも渡辺さんも本当にどうもありがとうございました。ファミコンスペースワールド95からお送りしたスーパーマリオスタジアムでございますけれども、実は来週もこの場所からお送りしたいと思います。それでは最後にですね、加藤紀子ちゃんに歌っていただきたいと思います。曲はトゥルースです。それではまた来週お別れしましょうじゃありません。また来週お会いしましょう。さようなら。